皆さん、この2つの缶、どちらがアルミ缶でどちらがスチール缶か分かりますか？缶の裏側を見ると素材を確認できます。しかし手に取ったりマークを見たりしないと分かりません。私はこの空き缶を自動で分別する空き缶分別箱を小学校5年生の夏休みの自由研究で発明し、2015年8月、日本では数少ない特許を持つ小学生になりました。私の家では誕生日にパパがケーキを作ってくれていました。手作りのケーキはめっちゃ美味しくてとても嬉しかったです。弟の2歳の誕生日の日に私も作りたいと初めて作ったケーキがこれです。小学校1年生の時でした。今では家族や友達にいろいろな料理を作っています。たこ焼きチャーハンやケーキをこんな風にデコレーションしたりしました。工夫して作ることが大好きで、家族や友達が喜んでくれるのが嬉しいです。小学校5年生の夏休み、自由研究の宿題を何にしようかなと考えていた時に、おじいちゃんのことを思い出しました。スーパーを経営しているおじいちゃんはいつもゴミ箱からアルミ缶やスチール缶などを分別していて大変だなと思っていました。なんとか簡単にできる方法はないかなと思い、自由研究で缶を分別するものを作ってみようと決めました。アルミ缶とスチール缶を分けるのにはどうしようと考えていた時に、小学校3年生の理科の実験を思い出しました。それは鉄やアルミの板を斜めにして磁石を滑らせる実験でした。鉄の板は磁石がぴったりくっつくのに、アルミの板はピュンと磁石が滑り台みたいに滑るのが面白かったな。分別するのにはこれが使えるとひらめきました。では磁石を使ってどうすれば分別できるのか、いろいろな仕組みを考えました。2つやってみたけれどうまくいきませんでした。もやもやしながら、もう疲れちゃったなと磁石をつけた定規でこのようにして遊んでいました。磁石をつけた定規にくっついた缶がシュッと外れたのを見て、パパが今の動き面白いねと言いました。それを聞いて、これだと思い、ゴミ箱の仕組みをひらめきました。そしてその仕組みを使ってできたのがこのゴミ箱です。空き缶をここに入れていきます。するとアルミ缶はこのように真下に落ちます。スチール缶はこのように右側に落ちます。もう一度見たいですか？ではやってみます。アルミ缶です。次にスチール缶です。アルミ缶です。スチール缶です。皆さん、どうしてスチール缶が曲がりながら落ちていくのと不思議に思いましたか？ここが一番実験を重ね、そして楽しかったところです。まずひらめいた仕組みを実験しました。スチール缶です。次にアルミ缶です。アルミ缶です。スチール缶です。このように筒に入れたアルミ缶は真下に落ちますが、スチール缶は右側に落ちました。仕組みが成功したので、このようなゴミ箱を作りました。これで完成のはずでしたが、失敗してしまいました。実験よりも投入口が磁石から遠かったので、スチール缶も真下に落ちてしまったのです。そこで投入口にペラペラした板をつけました。
思い通り磁石の方に行ったのですが、今度はスチール缶が磁石にくっついて止まってしまいました。そこで磁石の下にペラペラした板をつけました。投入口につけたペラペラした板の切れ端です。そして成功しました。スチール缶は右側に落ちるようになりました。さらに精度を上げるため、最後につけたペラペラした板の長さを実験しました。1センチから5センチまで試してみたところ、3センチが一番ちょうどいいことが分かりました。以前特許を取ったことのあるパパがゴミ箱を見て、動きが面白くてシンプルなのがいいと思い、アスカもどうと勧めてくれて特許を申請することになりました。正直その時私は特許の意味もよく分かっていませんでした。夏休み中に自由研究を終わらせないと焦った時もありましたが、思いついたアイデアは全部やりました。特許が取れたポイントとなったペラペラした板もそうです。できなくてもやってみる。これがうまくいかなくても分かることがある。とにかくやってみる。やればなんとかなる。そうしてこのゴミ箱は夏休みが終わる5日前に完成しました。このゴミ箱は思いついてからすぐにできたわけではありません。私の思いとひらめきを家族が協力して一緒に形にしてくれたのでできました。思いついたらママに言ってひらめきを頭の中ではっきりさせました。次にパパと一緒に試作を作ったり、失敗した時にアイディアを出し合ったりして形にしていきました。私はいつも協力してくれる家族が大好きです。こうして私は特許を持つ小さな発明者になりました。きっかけは大好きな家族や友達の中にあります。ひらめきは遊びの中にあります。成功は諦めた頃にやってきます。そして皆さん、ひらめいたら失敗を恐れず、とにかくやってみる。これが一番大切なことだと思います。